はい、今日はですね、アパレル的 Excel のお話をしたいなと思います。もうすでに数字がすごい得意とか Excel が得意っていう方はあんまりためにならないかもしれないですが、クリエイターさんとかでちょっとね Excel、使ってるけどちょっと苦手っていう方はぜひご覧ください。ポイントを2つだけお話ししようと思っています。1つはですね、フィルターを使った方がいいですよっていうお話と、2つ目はセルをやたら結合しない方がいいですよっていうお話っていう感じです。はい。Excel でサンプルリストを作るときに、いっぱい品番とかね、名前とかを何のルールもなくバーッと入れて、でその後そのままただの表として見ているだけの方っていらっしゃるんですよね。はい。でそういった時にフィルターってこういうなんかね、マークの機能の Excel のマークがあるんですよ。でこれをね設定するかしないかで大幅に効率化が変わります。例えばそれが10品番だけだったらいいんだけど、これが100品番とか1000品番とかになると全部探すの大変じゃないですか。なので、そういった場合に便利なこのフィルターっていうのを使うと、例えばこういうところで検索っていうのを押すとですね、そこに品番をちょっと入れるだけで自動的にリストが現れるようになります。あとは例えばExcel の中で列の欄にですね、スカートかパンツかとかトップスかボトムスかとかA さんか B さんかとか、そういうふうに、区分を追加して足しておくと、そこでフィルターをかけてソートといって、それで絞り込みをすると、誰担当の分はこれだけとか、どこどこ工場の分はこれだけっていうのが一気にすぐ見ることができるんですね。あと素材もそうですね。素材の欄に生地屋さんの名前を入れる列とか、あと種類とか法律とかわかんないですけど、絞り込みたいなっていうようなカテゴリーの列を追加してフィルターをかけると本当に仕事の効率が上がります。これはですね、もうすでにフィルター使ってる方からすると、単純だし当たり前と思うかもしれないですけど、意外と使ってない方まだいらっしゃるので、ぜひ使ってみてください。はい。あと2つ目のですね、セルをむやみやたらに結合しないっていうお話ですね。これは先ほどお話したフィルターの話と連動するんですけど、あれですね、セルを例えば縦列で結合しちゃう方いらっしゃるんですよ。行を1行目2行目3行目っていうのを、これは素材同じだからセルを全部1個にして同じ素材1個だけ入れようとか、これってね、パッと見リストとしては見やすいように思うかもしれないですけど、さっき言ったフィルターを使う時にこれがですね、機能がややこしくなるんですよなので、例えばその同じ記事で検索しようと思ったら出てくる欄とかがですね、ちょっと複雑になってきてしまうので、これはセルはこういった場合は結合しない方がいいです。はい。でなんで結合するかというと、あと絵型を貼りたいという時にセルをですね大きくするために結合しちゃうケースっていうのがありますよね。でこれもフィルターをかけると絵型がですねぐちゃぐちゃぐちゃっと潰れて出てきちゃったりとか出てこなくなったりとかするので、やめた方がいいですこういったパターンがあるので、セルを結合する際にはむやみやたらに結合しない方がいいっていうお話ですね。でこれなんで結合しないだったらどうしたらいいのっていうか、絵型がないと分かりづらいんだけどっていう方はですね、絵型のアイテムマップとあとサンプルのリストっていうのはですね、混在させちゃってるケースだと思うんですね。でこれはもう本当に展開数が少ない、扱ってる数量が少ない方っていうのは、混在させていいと思うんですけど、数量が多くなってくるケースとかデータを分析しなきゃいけない方ってなる場合は分けた方が絶対いいと思います。効率的です。はい。なのでサンプルリストはフィルターをかけてチェックしたりとか、内容をねもう一回確かめたりとか、スケジュール見たり進捗見たりとか、それ用はフィルターをかけられるように絵型も入れない、セルを結合しない、やたら結合しない、結合していい場合もありますけど結合しないで、全体像とか絵型とか物が何だったとかを確認したい人はマップを別途で作った方がいいんですよ。それこそ、展開の月とか値段とか絵型がどれかっていうのは別途で作った方がいいですね。そっちのマップの方はセルを結合しても大丈夫相当かけないのでフィルターに。はい。この2点が単純だけどポイントかなと思います。はい。
アキュージャパン